カジキ当初などには霊の通いができるという人がいて、私たち、活動神は手分けして、一人でも多くの地上の信心、霊の交流者を片っ端から調べている。活動神自身がそのものの体に染み入ってみて、これらはほとんど全部、動物霊、理性力の低い霊体で、しかも人間を愚弄して偽りの神の名前を名乗る、化け神と心の通いができるだけで、相当有名な生き神様と呼ばれている人々でさえ、とても活動神のような強力な理性意識体が染み込める身体ではないことが分かった。この高天における星座神や座霊の大群が雲のように密集している、宇宙の特殊な層、霊層圏こそ、高間ヶ原というべきである。そして、私のように新しく活動神に昇進した若い神霊群は、先輩の指導によって、地球に再び戻って人類の幸福と繁栄のために活動するか、またはしばらく星座神として新たな座霊、人霊の教育のために活動するか、いずれかの神霊活動に入るのである。なお、個人を命日やお盆で家族が代々祀るときは、座霊は神霊とともに地上の活動神群の中継で家族と心情の通いができるのである。例えば、私の家族が真心から一年祭を催すと、私は先輩の神霊に抱かれて、座霊の世界から舞い降り、家族と再会し、心からその祭事をありがたく受ける。そして1日、2日、場合によって3日、4日も我が家にとどまり、また、生前の親しい友や私を求めているところを訪ねて、その気持ちを受けるのである。また、月命日では、座霊は高天に届く家族の気持ちを受けて、その気持ちも活動神の中継で家族やその他の者に送るのである。もし、家族の霊力、理性意識力が高くて、霊体との意識交流が自覚できる人であれば、座霊はどれほどありがたいことか、その喜びは計り知れない。しかし、太古の人々とは異なり、現代人は、この霊の通いを自分ではっきり感じることができないのが普通で、できる人は誠に稀なのである。カジキ当初などには霊の通いができるという人がいて、私たち、活動神は手分けして、一人でも多くの地上の信心、霊の交流者を片っ端から調べている。活動神自身がそのものの体に染み入ってみて、これらはほとんど全部、動物霊、理性力の低い霊体で、しかも人間を愚弄して偽りの神の名前を名乗る、化け神と心の通いができるだけで、相当有名な生き神様と呼ばれている人々でさえ、とても活動神のような強力な理性意識体が染み込める身体ではないことが分かった。彼らは自分の霊力が低いので、その力に釣り合った動物霊としか通いができない。その証拠に、私たち活動神の告げる、大宇宙の知識や科学知識、宇宙万物の運動法則、神の本体、人間の本質などの高い知識は、彼らには全くない。つまり、私、神霊がここで神の生い立ちを語っているような知識は全くないのである。これこそ、巫女や祈祷師、占い師、生き神様のほとんどが私たち、最高理性意識体、活動神とは何ら関係はなく、何一つ意識交流、心の通いができない良い証拠である。最も瞬間的に霊感を感じる人は、学者や宗教家、一般人の中にもたくさんいるが、心霊と常時連続的に一体となり、この物語を語っているような調子で、途中で切れることなく、いかなる時でも、いかなる場所でも、また何時間でも、私たち活動神の完全な器、発言体、代筆者、代行者となり得る者はほとんどいない。このような人間体を神人や霊能者と呼び、巫女や祈祷者は霊能者ではないのである。ここで参考までに言っておくが、釈迦やキリストは、実は高い霊感の持ち主であり、普通人とは異なって、ちょうど電気がパッパッとついたり消えたりするように、頻繁に途切れてはまた感じるという具合で、霊感の連接体と呼ぶ程度の優れた人たちであった。完全な霊能者ではないが、ほとんどそれに近い霊力、理性力の持ち主で、だから、彼らはあれだけの真知を世に示すことができたのである。しかし、その後の歴史の移り変わりは、社会生活の複雑化のため、人間の霊力、理性力がますます低下していく傾向を示して、ついに現在の状態になってしまった。今では、
神という言葉を口に出すことが、その人間の知識の低さを示すような感じを人に与える状態で、学者になるほど、自分の知恵の泉である神と遠ざかっている始末である。それでも神は学者を抱いている。これでは人間が真の科学や学問を確立することは永久に不可能で、ここまで人間の理性力は堕落し、低下しきっているのである。そのために、人類は破滅の土壇場まで自分で墓穴を掘って追い詰めてきているのである。話がまた横道にそれたが、このように人間の霊をその遺族が祀ることはいかに大切であるか、人々はこの点をよく了解して、自分より先に霊界に誕生したもののすべてを、真心を込めて祀らなければならない。ところが、この太古の人々の人霊でも、座霊としての修練期間は200年余りかかったのである。つまり、生前から、すでに信心として心霊の偉大な理性意識力の微粒子を豊かに体内に染み込ませ、それを常時繰り返している間に自分の霊体、理性意識力も、生きながら心霊と同じような働き力を持つようになった太古の人々、神と心の通いが常時できる霊能者、信心だった人々ですら、204年もかかって、やっと心霊に成長したのである。これに比べて、現代人はどうであろう。その日常生活は、心霊はもとより、その卵である自分の霊体、理性意識力も知らないままで、ただこの世は目に見えるものしかないと信じ込み、自分も物だけでできていると錯覚して、物のみを追い回して、物のために一生を使い果たして死んでいく現代人。その全身の霊の組み立ての比率は、相当な人格者でも、伝性意識力、我欲本能が4割から5割で、理性意識力が6割から5割という動物に近い組み立てである。5割以上であれば人間ではなく一般動物並みである。一方で、太古の人々は、最も悪質な人でも伝性意識力は3割7、8分で、理性意識力は6割2、3分であった。これほど、現代人と太古の人々では、人霊、理性意識力の組み立てが異なる。理性意識力に1割近く差があると、追いつくには数十年または数百年、また、その低劣な理性意識力が心霊と同じようになるには数千年または1万年以上かかる。